ごちそうさまプロジェクト。皆さんこんにちは。今回はですね、特別企画鹿児島県薩摩川内市さんとの初コラボ企画になります。薩摩川内市さんというとですね、僕ももちろん伺ったことあるんですけど、実は20年前ぐらいにうちの会社に勤めていたスタッフがですね、数年間大変お世話になりまして、その説は大変ありがとうございました。この企画はごちそうさまプロジェクトの一環として、食の課題、例えばフードロス削減や、地域の魅力発信、食育などに自治体や企業さんと一緒に取り組んでいこうという、プロジェクトの一環になります。今回は、鹿児島県薩摩川内市の魅力を伝えようということで、ふるさと納税の返礼品で手に入るこちらのこだわりの品々を使って、進めていきたいと思います。まず鹿児島といえばやっぱり黒豚ですよね。皆さんご存知ですかね。鹿児島のさつまいもを食べて育てられているので、肉質が非常にきめ細かくですね、脂はとろけるような食感になりますね。さっぱりした味わいで晴れの日にぴったりな食材になります。続いて京セラ製のセラミックナイフですね。薩摩川内市に工場があるようで、僕は普段セラミックナイフってあまり使わないんですけど、今回お送りいただいて使ったんですね。めちゃめちゃ切れます。ですごい軽い。本当に普通の鉄の包丁の半分以下ぐらいの軽さなんじゃないですかね。たくさんお送りいただいたんで、うちのスタッフさんが1本、くださいと先ほどなぜか言われまして、絶対あげません。今回はこれを使って料理していきます。そしてお酒、ビヨンド5代、本格芋焼酎なんですが、パイナップルとかマスカットみたいなフルーティーな香りがする、いわゆるボタニカル系の焼酎ですね。ちょっと味見してみましょうかね。今日はじゃあロックで。香りはとてもいいですね。じゃあいただきます。鼻抜けのとてもいい、爽やかなお酒ですね。後でね料理ができたら、一緒にいただきたいと思いますけれども、この時間に飲むもんじゃないですね。はい。そして今回作るメニューが、黒豚のひつまぶし風ご飯になります。この焼酎に合わせて、考えました。ちょっとね山椒の香りがするご飯になりますので、では早速調理していきましょう。では材料説明ですね。豚バラの薄切り肉、それから花椒、醤油、酒、みりん、砂糖、それから割り出しの方でかつおだし、お酒、みりん、醤油、塩、それから錦糸卵も作ります。卵とお砂糖だけにしました。あと薬味が、青ネギと白いりごまとわさびと刻みのりですね。では温かいご飯にのせていただきます。じゃあ青ネギから切っていきますかね。ネギの部分を落として小口にしていきます。すげえ切れる。めっちゃ切れます。軽いからなんかいつもの感覚と全然違うんですよね。これでも長時間の調理だったら疲れなくていいですね。確かに。ネギは容器に入れて、じゃあ続いて割り出しを作っていきます。割り出しっていうのは、今回ひつまぶし風のご飯にしたので、だから前半焼酎飲みながら上の肉をちょっとずつつまみながらご飯食べて、で後半割り出し入れて締めるみたいなイメージですかね。かつおだし、お酒、みりん全部入れちゃいます。でお醤油で塩。お肉の方にお醤油使うので、あんまりお醤油味にせず、ちょっと塩の方が強く、塩味強めにしました。で沸騰するのを待ちます。でその間に卵、錦糸卵を作るので混ぜておきますかね。ここにお砂糖を入れて、ほんのり甘ぐらい。お砂糖をしっかり溶かすイメージかな。こんな感じで入れておきます。だし沸いてきたのでちょっと混ぜながらお塩溶かす感じですかね。で酒とみりんが入っているのでちょっと飛ばしていきます。しっかりと煮立たせて、酒とみりん飛ばして、お塩の粒が見えなくなったらこれ火止めておきます。でこれで割り出し完成ですね。そしたら卵焼いていきます。ちょっと大きめのフライパンできれば油使わないで、焼いた方が、油分ない方が錦糸卵が美味しいですかね。ちょっとパッサリした方が。なのでちょっとフッ素加工してある、フッ素が生きているフライパン使った方がいいですね。あとはあれですね、盤面に対してその卵液の量を考えないで入れちゃうとやっぱりかなり分厚くなっちゃうので、
必ずしっかりと熱してからで卵液流していきます。そしたらすぐ広げる。で裏返して焼けない場合はこの状態ですね。ちょっと表面動くぐらいのところから火を弱くして、蓋するのが本当早いですね。ちょっとずつね外す準備。横をこそいでそしたら外していくと。外します。するっと。で冷まして、このまま冷ましてからくるくる巻いて切っていくんですけど、じゃあ卵冷めたので折って、丸く丸めて切っていきます。これで2人分ですね。切れたら卵を別盛りにしていくと。では最後お肉ですね。先に合わせ調味料を作っておきます。お砂糖、みりん、非常に素朴です。お酒、お醤油と。でここに花椒を細かくすってこんな感じかな。合わせ調味料に花椒を加えて、お砂糖が沈殿してるんでよく混ぜていくと。これでいいですね。お肉切っていきます。豚バラ肉ですね。バランスがすごくいいですね。脂身と赤身の。たまにすごい油だらけのねお肉ありますけど、これはとてもバランスがいいと思います。このぐらいですかね。ほんと切れるよこれ。であとバラ肉で油あるので、ここに油を足してさらにバラ肉炒めると油が結構浮いてくるんですね。そしたら油っぽく仕上がっちゃうので、油なしでフライパンをしっかり加熱して、もうねこうやって油浮いてきますからね、すぐね。順に入れていきます。ちょっとほぐしながら、なんかもう美味しそうに見える。なんかこう触ってるだけで蜜質の良さを感じますね。ちょっと焼き目つける感じかな。であんまりここで完全に火入れしちゃって炒めすぎて、その後調味料足すと油浮いてきちゃうので、このぐらいで調味料入れていきます。でこのまま詰めていく感じ。ご飯を用意しておいて、どんどん濃縮して濃くなってきますからね。割とこの水分がなくなるぐらいまでいっちゃっていいと思います。この調味料がなくなった後炒め続けると油浮いてきちゃうんですよ。それ要注意ですね。そうなるとね美味しくなくなっちゃうんで、もうちょいまだちょっとあるもんね。このタイミングですね。そうすると残ってる水分の上にちょっと油があるんですよ。ここが限界ですね。火止めて盛り付けていきます。まずお肉、これも2人前なので結構しっかりとのせちゃっていいと思います。ここに卵も半量ですね。割としっかりめで、ネギで、これをベースにしながらさっきの割り出しちょいと温めて、薬味ですね。ごま、わさびで、海苔と。最後割り出しが温まったら
はい、こんな感じでいかがでしょうか。完成です。じゃあ早速出来たてをですねいただきたいと思います。じゃあ2を沿ってまずこのままですね。立て付け的にはなんかこうお肉だけをつまんでお酒飲んでいく感じ。4度5台。合うと思いますけどね。いわゆるそのライチ酒みたいな感じですかね。かなりフルーティーなんで、この花椒とやっぱり合わさると非常にバランスがいいですね。じゃあご飯。豚肉の質がいいですね。なんか赤身の部分と脂の部分がしっかり分かれる感じ。お酒合う。じゃあここにごま。普通にだからまぶしとして食べるんだったら普通にまず最初食べて、次に薬味にのせて、最後にわさびも加えてだし加えるみたいな3段階ですかね。いただきます。うまい。最後なんかこのだしでこう締めるところまで1時間ぐらいかけて食べてもらいたいですね。今回は鹿児島県薩摩川内市のふるさと納税の返礼品を使って料理をしました。他にもですね海洋深層水、養殖のマグロ、それからきびなごね、僕現地でいただきましたけどめちゃめちゃ美味しいですからね、薩摩川内市をですねぜひチェックしてみてください。ごちそうさまでした。